皆さん、こんにちは。西安防災部です。いつもご視聴いただきありがとうございます。みんな大好き、三峡ダム。このチャンネルでは、三峡ダムの最新情報と中国を念頭に気になるニュースを詳しく解説しています。短い動画ではありますが、お付き合いのほどよろしくお願いします。3月30日、地上波では全く伝えられない三峡ダムの現況です。超高水利委員会によると、深夜0時の時点でダムの水位は165メートル10でした。おとといと比べると17センチの下げ。ここのところ停滞気味だったのですが、少しずつ水位が下がり始めています。ダムの貯水側から見ると、水位はこの辺りではないかと思われます。昨日の朝9時の時点、上流の観測所の流入量は毎秒5350立方メートルで、三峡ダムの流入量は毎秒7200立方メートルでした。差分については毎秒1850立方メートル。前回もこれくらいのギャップでしたから、三峡ダムと重慶市の間の支流である宇高からの流入が増えているのかもしれません。おとといと比べて上流の寸丹観測所はプラスの370、三峡ダムもプラス550。両観測所ともに少しだけ増水しています。なお、最上流にある四田ダムのうち高架波ダムの放流量は29日朝8時の時点で毎秒1980立方メートルと全く変わらずで、非常に低い水準のまま、今月20日以降イレギュラーな状況が続いています。一方、深夜0時の放流量は毎秒7750立方メートル。単純計算すると 25% の発電状況で8基前後の発電用タービンが稼働しているのではないかと推測されます。それぞれのタービンは目いっぱい稼働することはないでしょうから、5割と仮定するなら16基ほどの稼働になるかもしれません。おとついの同じ時間帯と比べるとほとんど変わらずです。湖南省水門水資源調査測量センター発表の三峡ダムに関する最新データを確認します。黒で示す放流量について、長らく一定のパターンを維持し続けてきましたが、大きく絞った後、ドタバタした感じは拭えません。緑のラインの流入量は直近でじわりじわりと増水傾向。とはいえ、1ヶ月を振り返ってみると、流量が少ないことがわかります。上流の観測所でも低い水準のままとなっていますから、しばらく三峡ダムでも同様の状態が続きそう。放流量が流入量を上回るようになったため、水位は微妙に低下しています。Nishi Yang Channel。三峡ダムと最上流にあるダムの流量について公表されているデータを確認してみましょう。こちらは2月初めから昨日までの流量の推移をまとめたグラフで、交通運輸部が公表しているデータをもとに整理したものです。上が三峡ダム、下が高架波ダムを示しています。まずは長江の最上流、金沙江にある高架波ダムの方から。今月の20日、急に放流量を半分にまで絞る運用に変更してから、早くも10日が経過しました。2月の中旬にあった中国の旧正月のお休み期間とほぼ同じ流量になります。長期休暇期間は経済活動が一旦止まるために、電気の需要が落ち込みます。今は通常運転のはずですが、巨大ダムの水力発電量をなぜ半分にしたのか、理由がわかりません。次は三峡ダムについて。こちらも少し前までは通常運転だったのに、ここ数日、浚渫休暇レベルにまで発電を抑制。高架波ダムほどではないものの、10% 程度発電を抑えていることになります。イランの件では、アメリカ軍が地上作戦を実施するのではないかというニュースもあり、だんだん長期化が懸念されています。中国は図体がでかいことから、エネルギー需給に敏感になっているのでしょうか。蓄電機でもない限り、電気は貯めることができない一方、水力発電所は貯水という形で、結果的に電気を貯めることが可能なだけに、放流を絞って夏に備えようということでしょうか。さて、中国の南部、いわゆる河南地方では雨が強くなっているようです。こちらは昨日の夜から明け方までの気象レーダーの様子。ご覧の通り、
三峡ダムのある長江よりも南側の広い範囲で雨雲が広がっています。南西から吹く風の影響からか、渦を巻くように東へ雲が流れていく様子がうかがえます。画面左下には次の雨雲発生の兆しも見られ、周期的に強い雨になっている模様。三峡ダムのある湖北省の隣、湖南省の累計雨量を見ても、3月は100ミリを超え、250ミリに届く地点もあるようです。この分だと、湖南省や広東省の冠水の映像が、YouTube や SNS で出てくるかもしれないですね。ちなみに三峡ダム周辺における3月の累計雨量は、今朝の時点で 104.5 ミリと、前回お伝えした値に上乗せされ、去年を大きく上回っていることだけお伝えしておきます。天気予報サービスのウィンディで12時間の実績を見てみます。こちらは昨日の午後1時までの様子。南西から流れてくる雨雲により、三峡ダムの南側の地域で雨になる機会が多くなりました。同じところで降り続けると、まとまった雨量になりそうです。次に、今後の予想を見てみます。ダム周辺や長江上流で強めの雨になりそうな感じ。今日の三峡ダムの天気は最高気温が22度、最低気温が11度で小雨の予報。赤いマークが出てくるようになり、場所によっては大雨になるケースがあるかもしれません。季節の変わり目なのか、周期的に天気が入れ替わりそうです。番組の途中ですが、ここで臨時ニュースです。BYD、日本の EV 補助金が15万円に半減、政府が国産電池支援で、日経新聞が伝えています。記事によると、経済産業省は27日、電気自動車 EV 補助金の新たな補助額を公表したとのこと。国産電池を採用するメーカーなどを優遇し、中国 BYD は35万から45万円だった補助額が15万円に半減となった。メーカー間の補助金の格差が広がり、販売戦略に影響する。経産省がクリーンエネルギー自動車導入促進補助金 CEV 補助金の算出方法を見直した。新たな補助金は4月からで、大幅な補助金の減額は27年1月以降に適用す、有料記事につきここまで。以上、BYD、日本の EV 補助金が15万円に半減、政府が国産電池支援で、についてお伝えしました。西安チャンネルです。今のニュースについて少しだけ。BYD の補助額が大きく減額された件は、表向きには電池産業の育成やサプライチェーン強化といった理由が説明されています。ただ、実際の内容を見ると、中国メーカーへの対応を強く意識したものだと感じる方も多いのでは。安全保障や技術競争の観点から、中国製 EV が日本の道路を広く走ることに懸念を持つ声があるのも事実。トヨタのスープラを長年乗り回していた高市総理ですから、なおさらのこと。悪夢の石破と慶明党連立の時には考えられないことです。一方で、アメリカのテスラは満額近い127万円を維持している点を見ると、今回の制度変更にはかなりメリハリがついている印象があります。ある意味トランプへのお土産なのかも。補助金の原資は私たちの税金ですから、日本の産業や技術基盤を強化する方向に使うべきだという考え方はごくごく自然なこと。また、最近のあちらさんによる様々な対日姿勢を見ていると、日本としても受け身でいるだけではなく、必要な場面では、毅然とした対応を取るべきだという意見が出てくるのも当然なこと。今回の補助金制度にも、産業政策や外交のバランスが反映されているように見えます。外面切り替えの件や、帰化問題などなど、現状のおかしな点を、どんどん見直していけばいいのではないでしょうか。このチャンネルは日本で唯一定期的に中国三峡ダムの情報をお伝えしています。決壊だ崩壊だ大変だという煽り文句とは距離を置き、データを中心に現況を共有。三峡ダムだけでなく、他の国のニュースを合わせて発信していますので、ご興味のある方はこの機会にぜひチャンネル登録をお願いします。また、意図せずにチャンネル登録が外れていたという話もあるようなので、今一度登録をご確認いただければ幸いです。日本の気象状況について確認します。こちらは、今朝9時までの6時間のレーダーの実績。関東地方の一部と南西諸島で、雨のマークが見られる程度ですが、先ほども触れたように大陸からは、大きな雲の塊が迫っています。ニュースによると、九州四国中国地方を中心に、降水確率が高くなる予報が出ているようです。この分だと、明日明後日はまた雨なんでしょうかね。ダムの弱点は、ダムの上にある県。三峡ダムは強固な岩盤層の上に建設された、
重力式コンクリートダムだと官製メディアは報じています。重力式コンクリートダムは崩壊するとか決壊するとかということはないと言われています。この世の中に絶対はありませんが、おそらく一般的にはそうなんでしょう。ただ、素人目にも弱点はあるように思えます。それは、ダムの上にあるクレーンです。7基以上のクレーンがダム堤体の上にあり、左右に移動し放流ゲートの調整機能の一部を担っていると思われます。このクレーンについて、視聴者さんから、もともとガントリークレーンだったものをクレーン部分を取っ払ったのではないかと情報をいただきました。4本の足、そして上部には巨大な建屋があります。パッと見ただけでもバランスは悪そうですよね。左右に移動する際、ダムの上に敷かれたレールに乗って移動します。しかし、縦方向には弱そうな気がします。ここに地震が来たらどうなるでしょうか。阪神大震災の時には、神戸港のガントリークレーンが横倒しになり、大きな被害となりました。三峡ダムの場合はどうでしょうか。このクレーンが一斉に使えなくなると、たちまち一大事になるかもしれないですね。毎年夏になると話題になるけど三峡ダムって何？一体どこが危険なのなど、世界一わかりやすい内容となっています。概要欄にリンクを載せていますので、ぜひ一度ご覧ください。